おはようございます。ケンです。今日もテスラの最新ニュースをいくつか整理しながら、テスラは本当に苦しい状況なのか、そしてそれでもイーロン・マスクさんが FSD とロボタクシーにこだわる理由は何なのか、この2つを僕なりの視点でじっくりと考えていきたいと思います。まずは結論から言います。今のテスラは EV メーカーとして見ると確かに厳しい。でも AI と自動運転の企業として見るとむしろ前進しています。この視点を持てるかどうかでニュースの見え方は180度変わります。ここ最近毎日この視点の重要性を言っていますが、それぐらい今のテスラの見方を変える必要があるんです。今日はその理由を一つずつ解きほぐしていきたいと思います。ではまず最初に今市場で広がっているテスラ不安について整理をしていきましょう。最新のニュースでは中国の BYD が販売台数でテスラを追い抜く、テスラは EV 競争で負け始めている、こういったメディアをここ数日よく見かけるようになってきています。実際、中国の BYD は販売台数を急激に伸ばし、世界全体で見ても台数ベースではテスラを上回る可能性が高くなっています。さらに、テスラのサプライチェーン関連では、韓国のバッテリー材料メーカーとの契約額が大きく縮小したというニュースも出ていました。これだけを見ると、テスラは需要が落ちているのではないか、成長ストーリーが崩れているのではないか、そう感じる方も多いと思います。ですが、ここで一度立ち止まって考えてほしいんです。この見方は、テスラをどの会社として見ている視点なのかということです。多くの人は今も無意識にテスラを EV をたくさん売る会社として見ています。その視点に立てば販売台数、価格競争、バッテリー調達、こうした数字が全てに見えてきます。ですが、イーロン・マスクさん本人はここ最近はほとんど EV の販売台数の話をしていません。代わりに何を語っているのか、それは FSD、自動運転、ロボタクシー、AI です。つまりテスラの中ではすでに評価軸が切り替わっているということになります。では、ここからが今日の本題です。なぜテスラは EV 競争で全力で攻めていないように見えるのか、そしてなぜ BYD のように価格を下げて台数を取りに行かないのか、これは戦略の違いなんです。BYD はいかに多くの車を売るか、いかに市場シェアを取るか、この軸で動いています。一方テスラは違います。テスラは車を売った後に何が残るのか、これを考えています。FSD というソフトウェア、常時アップデートされる AI、将来車が走るだけで価値を生むネットワーク、この世界観ではEV 販売台数は目的ではなく手段になります。だからこそ一部のバッテリー契約を縮小したとしても、それは必ずしも交代ではないんです。車種構成の調整かもしれない、次世代プラットフォームへの準備かもしれない、あるいは FSD 前提の車両設計への移行かもしれない、表に出ている数字だけでテスラの戦略を判断するのは正直かなり危険です。では、ここで非常に重要なニュースがあります。それがドイツで始まった FSD のシャトルサービスです。これは単なる実験ではありません。個人向けのデモ走行でもないんです。地方自治体と連携し、公共交通の一部として FSD が使われ始めた。この点がものすごく重要です。ヨーロッパは規制が厳しい地域です。そのドイツで人の移動を支える手段として FSD が採用されたんです。これは FSD が未来の技術から使える技術に一歩進んだことを意味します。完全自動運転がどうかは正直まだ重要ではないんです。重要なのは日常の移動に組み込まれ始めたという事実なんです。では、ここで一度感情の整理をしてみましょう。FSD ってもうそんなところまで来ているのという驚き。次に、でも完全自動運転じゃないんでしょっていう疑問。そして、それでも社会実装が進んでいるならという納得。この流れを体感できるかどうかがテスラを見る上での分かれ道になってきます。
では次によく比較されるウェイモの話をします。最近ウェイモがロンドンでテスト走行をしているというニュースが出ました。ロボタクシー競争は確実にヨーロッパにも広がっています。ですが、ここで決定的な違いがあります。ウェイモっていうのは特定の都市、特定の車両、特定のエリア、この条件下で高度な自動運転を実現しています。一方でテスラは違います。量産者、一般ユーザー、ソフトウェアのアップデート、この仕組みが意味するのはスケールするかどうかなんです。ウェイモは完璧を目指す。テスラは拡張を目指す。どちらが正しいという話ではないんです。ですが、投資っていう視点で見たときに、市場が評価するのはどちらなのか。イーロン・マスクさんが無人 FST の期限、これを繰り返し口にする理由もここにあるんです。では最後にテスラ株に投資をする投資家の視点で整理をしていきましょう。今、テスラ株には2つの期限があります。一つは無人の FST ロボタクシーの進捗。そしてもう一つは短期的な納車台数、業績の数字です。短期で見る人ほど後者に振り回されることになります。中長期で見る人ほど前者の進展を見ます。RBC などが強気評価を維持しているのもテスラを EV 企業としてではなく AI と自動運転の企業として見ているからです。そういったことを踏まえて今日のまとめです。EV 販売という軸で見るとテスラは確かに厳しい局面に見えます。ですが FST の社会実装、ロボタクシーへの布石、AI としての進化を見るとテスラは着実に次のフェーズへ進んでいます。そういったことを踏まえて皆さんに問いかけたいです。皆さんは今テスラを EV メーカーとして見ていますか？それとも AI インフラ企業として見ていますか？この視点の違いがこれからのニュースの受け取り方を大きく変えていくと思います。はい、では本日のコメントこちら紹介します。本日はクリサレックス3907さんのコメントです。そうですね、IBM が日本に法人を作りコンピューターを普及させたことが日本のコンピューター産業を発展させたのと同じですね。中国が EV 先進国になりつつあるのもテスラが上海で生産を始めたことが大きいですね。一日も早く日本に FSD が導入され日本国内でも開発競争が起きることを期待しますというコメントいただいております。ありがとうございます。きっと FSD が日本で実装し始めると各社やばいって絶対になると思うんですよね。なのでそれに対してネガティブキャンペーンで批判したり受け入れないようにするのか、もしこうなったら僕はこんなネガティブなことをする暇があるんだったら競争しろよって思いますけれども FSD をほんと早く実装してもらってそこから競争が起きて新しいイノベーションが生まれていくっていうことを期待したいなと思いますけれどもこのあたり皆さんどうでしょうか？よかったらコメントで教えていただければと思います。はい、では最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日は下落です。現在464ドルとなっております。年内500ドルがちょっと厳しくなってきたかなというところでございます。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。株式会社エコファクトリーの輻射熱の体感会、冬の会の日程が決まりました。ぜひ、真冬の輻射熱、床暖房とはまた違う暖かさの次世代技術を体感してみませんか？こんな方におすすめということで、真冬のヒートショックが怖い方、逆に真夏の家での熱中症が怖い方、家の断熱性が悪くて夏が暑くて冬は寒い、これをどうにかしたいと思っている方、また経営者の方でオフィスの空調をどうにかしたい、電気代が高くなってしまっていて困っている、この電気代に関しては個人の家でも同じだと思います。そういった悩みを持たれている方におすすめです。去年一緒に行った人で体感された翌日に買われた方がいます。その方は両親の家に設置しました。
この理由が家も古くなり、断熱性もない、また真冬のヒートショック、真夏の熱中症もエコウィンがあれば解決してくれると思ったからというものです。ぜひどんな感じなのか、これは体感しないとわからないところではありますので、ぜひ体感をしてもらいたいと思います。そして日程なんですけれども、2026年1月23日の金曜日、エコファクトリーの熊本本社で行います。福岡からは一緒に行きましょう。僕が車を出します。熊本空港まで来られる方は空港からの送迎はいたします。時間は10時から15時ぐらいまでを予定しています。そして2月9日の月曜日、エコファクトリーの東京支社で行います。東京は定員が10名です。今現在3名の参加申し込みがありますので、残り7名となっております。僕も朝一で東京の方に向かいます。時間は10時から12時の2時間です。その後は近くでランチして解散という感じでやろうと思います。ぜひね、一緒に行きたいと言われる方は、僕の公式 LINE の方からお問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。